車出ません。
ブリンブリンですね。すんごい。求めてる味ですか？はい。ほら、こうやってやっていくとレタスになる。ほら、パッ、ちょっと色が薄いかもとパラパラ。ほら、でこれギュギュギュッと。サラミソーセージ。ほら、はい、マグロの握り。ローザイゴをここのエビの天ぷら、ほら見て、エビの尻尾だけ売っとる。こうやって大きいのとちっちゃいの。ほら、最初はこんな感じで、これをこうやって丸めていくと、ここに刺すとエビになる。こうやって赤色を塗る場合と2種類作ってあげるわ。こういう感じ。カンプレアはこれを知っとるかどうかはわからないけど、赤がない場合のエビの天ぷら、こんな感じ。方向性、心強い言葉。色のない場合からいくか。上からこうやって、ね、色のない場合、これをここにで、もう一度上からかけてやる。で、これをクリクリクリと丸めていくね。で、こんな感じ。これが色のない場合な、作りをしてもすごい変わってくるっていうの、他の人は知らないと思うんだ。なんでやろうって。これこうやって入れる。ほら、色のある場合、ちょっとこの辺取ってない場合、どっちが美味しそうに見える？尻尾取ってしまえ、いいかてん。はい。ほら、最初は白から始まるね、黄色い子。その次に緑。そうすると、ほら、こうやってやっていくとレタスになる。ワンスモーはい、白、黄色、緑で、
ズズズズズズ。はい。こういうふうにきれいに丸めに。はい。ほら。パッ。こんな感じ。でこうやってやってキャベツね。シュッ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 。ほら。人参のつもり。これきゅうりのつもり。コーンも入れようか。熱い。本当はこういうやり方じゃなくてもっとおろこしくと。トウモロコシ出るかな、きれいに。白で黄色少しで、さっきのコーンでこうやってこうやってのっける。はい、見えてきた。卵をこうやって置こう。で焼くんだよ。こうやったら焼ける。ほら。で白身。こうやって焼く。そうするとこんなのね、焼き色をつける。ちょっと色が悪いけど、ちょっと黒いけど、でこれをこうやってほら、だし巻き卵。ほら、ちょっとなんとなくこんなもんか。もう一度切る。もう一度切る。でこいつをこうやって切ってハート型にする。ここ入れようか。丸める。ぺっちゃんこです。で卵をのっける。少し置く。でこれを下からつまんで入れる。で透明のろうを上から流してやる。で焼く。焼き色をつける。ちょっとほら
これ肉の白い部分をこれパラパラパラにする。ちょっと色が薄いかもわからないよ。肉のとパラパラ。これが色の沈みが早いな今日。ほらほらほらでこれギュギュギュッといくよ。こうすると肉が立つんですよ。何ができると思う？何ができると思う？さっきと同じやり方。こんなやつ。サラミソーセージ。まあこっからいっか。今イカだよこれ。イカのこれやり方だとマグロがってできることはないかもわかんない。イカじゃん。ほらこういうイカ寿司。わさびをちょっと垂らしてる。少し縮める。ビントロマグロ。これだって本当はもっとマグロだからもっと分厚い。ネタの配置をはいマグロの握り。これ
貝がいるんだ。ああ、夜学行っとったよ。ほら、今日はあんまり料理してなくてもできちゃう。メロンを乗っけて開くか。止める。アイスクリームこんな感じ。出来上がり。まず最初にシロップ、これ下用のシロップね。蓋を取ってここに出します。はい、プチッといったら終わりですね。ぼかしを入れます。で2回目に残ったシロップをラインに置いていきます。真ん中のラインね、こんな感じ。これコーキング材料で、思いっきりグーで1回もうちょっと、あと少し、これぐらい外から見えるように作ることね。外から見えるように作ってください。1回2回ほど、もう一度今度はこんな感じ。一番おいしそうに見えるところを正面にする。点印で向こうが上がるような格好で思いっきりグーしてこっち側に引っ張る。同じようにこっち側に引っ張る。刺していちごを乗っけてパラパラパラっとうまくバランスよく、ほら上手に垂らして。お土産にしてください。今日は本当にお疲れさんでした。ちょっとだけですけど、それに見せられて、あ、じゃあ一回見に行こうかな、作ろうと思って全然それまでないですね。
でちょっとイントレスティング。なんかぶら下げてる。銀ボロという豆。すっごくいいで、大東洋町とか、あの辺の古代から構造の木もいっぱいあるから、これに作っちゃう。みたいな。ブラックペール。土も肥えてくるね、豆植えると。この肌とこの肌違うね。ブツブツブツ。虎模様みたいな。これは山口県から持ってきた種類で。また種類違う。その後ろまた違う。はい、行くよ。はい。はい。来年のために切りやすくなる。こういうふうに中高くして、来年、1年でこれね。これ持ってくる。寒さにやられないようにちょっとこれこの間掘ってこれ全部ずっとあったからありがとう忘れないようになかなかいいですね。作ってる。トロロアオイ、ハイビスクス科とかあの辺のだから寒さに弱い子。冷凍の準備ができてないから。あるかどうか。でその前はこれにフォルマリンにつけてたね。でそれ今は私は押して。すごい貴重な。後付きがない。このトラ青いなかったら紙作れない。ね、注文聞いて、じゃあ山探しに行こうかみたいな。江戸時代ね。これを栽培し始めてね。紙に集中できる生産上がる。みんな。
ちょっと何本か取り出して、そんなに多くないね。すごく危ない。これは綺麗ね。明日使うね。こういうへぐるというふうに割といい。この部分も繊維がいっぱいあるから米入れる紙の袋とかこれでそういう強い袋を作る。一番ピュアの紙はこういうふうにやって裏も表同じほぼね緑全部のっけてるね。こういうは表具とか修復とかに使う原料になる。でここにチリみたいなのあるから、これをよく切れる。だわこれでできる。これは太いね。軽くこう。見直ししてる。とって前やってたけどね。すごい白いでしょ。赤楚という種類で高知で一番細かい繊維の種類。向こうの釜まで持っていく。OK。次は木灰と貝とカルストの石灰岩全部一緒。アルカリ性になる。
若い時に消石灰を使い始めて、普段はみんなソーダ灰、それはまあ一般的。あとは活性ソーダ、危ないやつ。強い薬使うほど早いけど繊維が傷む。これで煮る。質的にそういう薬を使ってるソーダ場合は本当全国的一般的。今すごいいいところの小石灰買ってるところでこれ入れる紙とかなんかいろいろちょっと今買ってなんか作業が始まる。それの前にだったらやっぱり消えてしまったらもったいないから後で原料入れから今度原料にミールに1個使おうかな。釜五右衛門風呂の炊き口と同じ火と熱い煙が下からあまり当たってない。一回釜の周り回ってる。もたれないとかちょっと開けてひどすぎる。ちょっと煙突だね。危ないぐらい。煙突まだちょっと湿ってくるから。体に悪い。シンプルな。グツグツしてるね。重し。匂いが、わかりましたかな。柔らかくなったらもっとなんか
か甘い。うんそうなんか甘い匂いがする。甘い。和紙を見て興味がすごいあって、紙通しの光、うんそれが綺麗かったじゃないかな、今。まあ、障子だったらすごいでしょ。うん障子の部屋のその雰囲気、それに見せられて、じゃあ一回見に行こうかな、作ろうと思って全然それまでないですね。半年の間に回ってきて、途中で高知寄って、であそこ一番いいなって感じて、でもうずっと44年高知だから、空気感がすごいなんか特別の、やっぱり40年前の四万十川と今残ってる。まあ、和紙を勉強するだったらもうここね。和紙は役割はまあ癒し系とか、森のメッセージ、自然のエキス自分の部屋にまで持ってくる。精神的に役に立つ。まあ世界中今ちょっとあんまりよろしくないね。平和気持ちになるお手伝いができるかもしれない。和紙ね。だからこれからは和紙の本当の役割が来てるんじゃないかな、私ちょっと思いますね。期待というか、hopeful ね。はい。ということ。8度太陽が当たって白くなるね。曇ってるでも白くなる。これあまり白くなってない、まだね。これを脱会しますね。これ一日中この冷たい水の中につけるのが大変。チリね、硬くなってる繊維とか。煮る前の状態もう掃除すごいしてるから、冷たいと繊維もギュッとこう固まる。あちこち流れていってないの一つね。あと水がぬくいと繊維がもう傷み始める。そしたらこうやってちょっとひっくり返してみて、ひっくり返してみて。この作業は本当に急いだらいかん。急いで残ったら紙の中にある。厳しい。かなり厳しいですね。で、こう、ね、素晴らしい。はい、じゃあこれで一応引いて。これカシの木、すごい硬い。ちょっと待ってよ、これ上宿家さんからもらった、これ本当昔使ってたやつ。代々100年とか古いね。そうなんですか。はい。もうすごい綺麗ね、景色もいいし、なんか助けてもらってる。すごく美しいね。
地域によって結構違うね。道具もちょっと違う。美濃とか吉野とか両手でこうやって。でこれをちょっとじゃあチェックね、木の皮からパルプになる瞬間、ね、これでパルプになる。叩いてない状態、柔らかいけどね、こうやっても何も今叩いたやつを今完全に溶けてますね。大事な繊維の質は同じ長さのよ、全部自然に全部そう。桑の木とかそうだったらもうばらつき、すごい短いと長いのあるから、構造は三つ股もそう、こう同じ元と先っちょまで全部長さが一緒だから綺麗な和紙作れる。日本は竹ね。これをちょっと水につけて。一晩水につけて繊維がバーッと水吸うてます。もっときれいに剥がれる。ブルーのバケツ、粒がいっぱい入ってる。それがここに入ったらもう全部穴だらけになるから。こうですね。ちょっと間違って。これもこう。長さが、ね、この辺のサウナも作ろうかなと思って、ちょっとそれはちょっとまあ中途半端なかな。日本の、例えばスキーはオーストラリアにみんな
違うね。この曲がる音を聞いたりして足りないか、その後1枚テストして、あ、これちょっとそれで決めて、もうきれいになんか全体のね。切り取りして、まだそれでも残ったらここで取れる。ですくときにも上手だったらゴミを捨てながらすくのも技術はあるから。OK。こういう音。すっごい綺麗なのね。海の。そうですね。そう白のも綺麗けど。どうだ ?OK。これ大丈夫ね。とても大丈夫。これに。裏に、あとで直して、繊維がこっち向いて、こっち向いて、こっち向いて、あっちこっち。多分、リラックス効果ある。こんなはちょっと難しいけど、これちょっと。
あ、もう一個ある。一緒にしちゃう。この回も和紙とのストーリーがもう完璧ある。いいなと。これも一緒に動いて止まっていくと思う。すごい面白い。フォローしてください。本当に素晴らしい。それ今一緒にこのプロジェクトやってる。ね、今ないからね。だからもう城、なんかお寺も平戸いたらもう全部松原家のファミリーのもの。面白い世界。ちょっと待ってよ。バブルがちょっとありそうだけど、多分取れる。はい。もう一度行きました。おただでんぷんのね、にちょっとだけつける。剥がらないように。見えますか？宇和島と、今だったら多分ラバーローラーがある。昔はカムスケ屋さんは椿の木も植えて、私はもういっぱい植えてるけど、これをちょっとこう滑る。これ耳を押さえて測らない。高一は外を出して冷たい風と太陽がガンと当たって太陽からエネルギーもらってパリッとしてすごくいいね。髪の表情とか、これもちょっと薄いね。じゃあで今雨なかった、明日外出して、でこれサンプルけど、こういうふうにもうちょっと紙書いて。あるよね。
しこれはこれでね。ね、これでね。うん。それやめ。この辺でこれコットン、今治のイカ内タオルのコットンは全部オーガニックで、全部うち入ってる壁紙とか、それ一つ、それを使い道として。多分日本の中でコットン使ってる一軒かうちともう一軒九州であるかもしれないし、まあ、オランダの伝統だからこれをちょっと混ぜる。まずベースを作る。ちょっと熱い。じゃあこれを下地になって穂を入れて、できた作品できた傷つけてすごい表情がいろんな薄いと厚いと白いが出てきてとか、
今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。